そりゃ、守屋城。昔々、貧しい夫婦にハルボルという名の息子がいた。小さい時から何一つ手をつけようとせず、いつもいろり端に座り込んで灰をいじくり回しているだけだった。父も母もあちこちの親方のもとに修行に出したが、ハルボルはどこにも居つかなかった。1日か2日もすると親方のもとを逃げ出し、またいろり端に座って燃えさしをつつき回すまで止まらなかった。さてある日、船乗りの親方がやってきて、ハルボルに一緒に海に出ないか、見知らぬ国を見てみたくはないかと聞いた。ハルボルはぜひそうしたいと答え、したくにも手間はかからなかった。どれほど後悔したかはわからないが、結局ひどい嵐に見舞われ、嵐が止んで静かになった時には、自分たちがどこにいるのかわからなくなっていた。誰も知らない見知らぬ海岸に流されてしまったのだ。風がぱったり止んで動けなくなったので、ハルボルは船長に陸に上がって辺りを見てきたいと頼んだ。ここで寝ているよりはマシだと。お前みたいなのが人前に出られると思うのか。と船長は言った。着ているのはボロボロのボロ身じゃないか。だがハルボルは聞かず、ようやく許しが出た。ただし風が出たらすぐに戻ってこいとのことだった。上陸してみると、それは美しい土地だった。どこへ行っても広い平らな麦畑や豊かな牧草地が広がっていた。だが人の姿はまるで見えなかった。やがて風が吹き始めたが、ハルボルはまだ見足りない気がして、もう少し先まで行って誰かに会えないものかと歩き続けた。しばらくすると広い大きな道に出た。卵を転がせるほど滑らかで平らだった。ハルボルはその道をたどり、夕暮れが近づくと、はるか遠くにお城が見え、火の光がキラキラと照り輝いていた。一日中歩いたのに食べ物を何も持ってこなかったから、腹が減ってたまらなかった。だが城が近づくにつれ、だんだん怖くなってきた。城の台所では大きな火が燃え盛っていて、ハルボルは中に入った。生まれてこの方見たこともないような立派な台所で、銀の器や絹の器が並んでいた。だがやはり人の姿はなかった。しばらく経っていても誰も出てこないので、扉を開けてみると、中に姫が座って糸車を回していた。まあまあ。と姫が声を上げた。キリスト教徒の人間がここへ来るなんて、トロルに丸飲みにされたくなければ、さっさとお帰りなさい。ここには頭が3つあるトロルが住んでいるのですよ。構いやしないさ。とハルボルは言った。その上4つあったって聞きたいくらいだ。どんなやつか見てやろうじゃないか。帰るつもりはないね。悪いことをしたわけじゃないし、それより何か食わせてくれよ。腹ペコで死にそうなんだ。ハルボルが腹いっぱい食べると、姫は壁にかかっている剣を振ってみるように言った。だが触れない。持ち上げることすらできなかった。と姫は言った。そばにぶら下がっている小瓶を一口飲んでごらんなさい。トロルも剣を使うたびにそうしているのよ。ハルボルが一口飲むと、たちまち剣が何でもないように触れるようになった。そろそろトロルが来てもいい頃だと思っていると、その時、どしどしと息を荒くしてトロルがやってきた。ハルボルは扉の陰に飛び込んだ。不鉄。とトロルは扉から頭を突っ込んでいった。キリスト教徒の人間の血の匂いがするぞ。ああ。とハルボルは言った。お前にはすぐにその代償がわかるさ。そう言うなり、3つの頭を残らず切り落とした。姫は自由になれたのが嬉しくて、踊ったり歌ったりした。だがふと姉たちのことを思い出していった。姉様たちも自由になれたら。どこにいるんだ？とハルボルが聞いた。姫がいきさつを話してくれた。一人はここから50マイル離れたトロルの城に連れ去られ、もう一人はさらに50マイル先の別のトロルの城にいるという。でもまず、と姫は言った。このムクロを家の外に運び出すのを手伝ってちょうだい。ハルボルは力が強かったので、あっという間に片付けてきれいさっぱりにした。二人は楽しく良い時を過ごし、翌朝白明が差すと同時にハルボルは出発した。途中で休む暇もなく、一日中走ったり歩いたりした。お城が見えてきた時、少しだけ怖くなった。前のよりずっと立派だったが、ここでもやはり人の姿は見えなかった。ハルボルは台所に入り、そこにも止まらず、まっすぐ奥へ進んだ。まあまあ。と姫が叫んだ。キリスト教徒の人間がここに来るなんて、ここに来てからどれほど経ったかわかりませんが、キリスト教徒を一人も見たことがありません。来たのと同じように早く逃げなさい。ここには頭が6つあるトロルが住んでいるのですよ。帰りやしないさ。とハルボルは言った。その上6つあったってな。
丸ごと飲み込まれてしまいますよ。と姫は言った。だが言っても無駄だった。ハルボルは帰らなかった。トロルなど少しも怖くなかったが、何しろ長い道のりで腹が減っていたから、食べ物と飲み物だけは欲しかった。それは好きなだけもらえたが、姫はまた出て行ってほしいと言った。いや、とハルボルは言った。帰らないよ。悪いことをしたわけじゃないし、怖いこともない。トロルはそんなこと聞きはしません。と姫は言った。問答無用で捕まえますよ。でも帰らないなら、あの壁にかかっている剣を振ってみて。トロルが戦いに使う剣よ。触れなかった。姫はそばにぶら下がっている小瓶を一口飲めと言い、飲むと触れるようになった。ちょうどその時、トロルがどしどし息を荒くして帰ってきた。あまりに太くて大きくて、戸口は横向きにならないと通れなかった。最初の頭を突っ込んでいった。不潔、キリスト教徒の人間の血の匂いがするぞ。その途端ハルボルは最初の頭を切り落とし、続いて出てくる頭を次々と切り落とした。姫は大喜びだったが、ふと姉妹のことを思い出し、自由になってほしいと声に出していった。ハルボルはわけないことだと思い、すぐにも出かけたかったが、まずトロルのムクロを片付けるのを手伝わなければならず、出発は翌朝になった。城までの道のりは長く、時間に間に合うように急いで歩いたり走ったりした。日暮れ近くにお城が見えた。前の二つよりはるかに立派で壮大だった。今度はまるで怖くなかった。台所をまっすぐ通り抜けて城の中に入ると、姫が一人座っていた。その美しさといったら、例えようもないほどだった。この姫もまた、ここに来てからキリスト教徒を見たことがないと言い、帰りなさい、トロルに丸飲みにされますよと言った。しかもそのトロルは頭が9つあるのだと。ああ、とハルボルは言った。9つの他にまた9つ、さらにまた9つあったって、俺は帰らないよ。そう言ってストーブの前にどっしりと構えた。姫はどうか帰ってくださいと懸命に頼んだ。トロルに食べられてしまうと。だらハルボルは言った。来たけりゃ来るがいい。姫はトロルの剣を渡し、小瓶を一口飲んで剣を触れるようにしなさいと言った。ちょうどその時、トロルがどしどし息を荒くして帰ってきた。前の二人よりずっと大きくて太く、これもまた横向きにならないと戸口を通れなかった。最初の頭を突っ込んで、前のトロルたちと同じように言った。不潔、キリスト教徒の人間の血の匂いがするぞ。その途端ハルボルは最初の頭を切り落とし、続く頭を次々と切った。だが最後の頭が一番しぶとく、ハルボルにとって一番骨の折れる仕事だった。力は十分にあると分かっていたが、こうして3人の姫が皆ソリア・モリア城に集まり、生まれてこの方ないほど喜んで幸せだった。3人ともハルボルが大好きで、ハルボルも3人が大好きで、好きな姫を1人選んで花嫁にしてよいと言われた。だが一番末の姫が3人の中で一番ハルボルを慕っていた。だがしばらくすると、ハルボルは塞ぎ込んで、妙によそよそしく黙りがちになった。姫たちは何が足りないのか、もう一緒にいたくないのかと聞いた。いや、不自由はないし暮らし向きもいい。だがどうしても国に帰りたい。父と母が生きていて、会いたくてたまらないのだと。3人の姫は、それくらいなんとかなると言った。行って帰って、無事に戻ってこられますよ。ただし、私たちの言いつけを守ってね。と姫たちは言った。もちろん、必ず言いつけを守ると答えた。姫たちはハルボルを王子のように着飾らせ、指に指輪をはめてくれた。この指輪を使えば好きなところに行ったり来たりできる。ただし指輪を絶対に外さないこと、姫たちの名前を口にしないことと言われた。そうすれば全部おしまいになり、二度と会えなくなると。家に帰れさえすればそれでいいんだ。とハルボルは言った。するとたちまち願いが叶った。気がつくと父親の小屋の戸口に立っていた。ちょうど夕暮れ時だった。こんな立派なお方が入ってくるのを見て、老夫婦はびっくり仰天し、ペコペコお辞儀をした。ハルボルは今晩ここに泊めてもらえないかと尋ねた。ダメだと言われた。とてもとても。と二人は言った。お殿様が使うようなものは何もございません。この先の大百姓のところへ行ってくだされ。すぐそこに煙突が見えるでしょう。あちらには何でも揃っておりますから。ハルボルはどうしても泊まると言い張った。だが老夫婦は大百姓のところに行けば食べ物も飲み物もある。うちには座ってもらう椅子すらないのだと言って引かなかった。いや、とハルボルは言った。大百姓のところには明日の朝行くよ。今夜はここに泊まらせてくれ。最悪、いろり旗に座っていればいい。それなら仕方ないと言うしかなかった。
ハルボルはいろり端に座り込んで、昔家にいた時のように灰をつつき回し始め、のんびり手足を伸ばした。二人はあれこれおしゃべりし、ハルボルもいろいろ話を聞いた。やがて子供はいなかったのかと尋ねた。あ、昔ハルボルという名の息子がいたが、どこへ行ったかわからない。生きているか死んでいるかもわからないと。それ俺じゃないかな。とハルボルは言った。どれどれ、見ればわかるよ。とおかみさんは立ち上がった。うちのハルボルは怠け者のノロまで何にもしない子だったよ。おまけにボロボロで継ぎはぎだらけだった。いえ、こんな立派なお方になれる子じゃなかったですよ。しばらくして、おかみさんがいろり端の火をかきたてに行った。炎がハルボルの顔を照らしたとき、昔家で灰をいじくり回していた時と同じ顔が見えて、おかみさんはすぐに分かった。ああ、やっぱりハルボルじゃないかい。おかみさんは叫んだ。老夫婦の喜びようは再現がなかった。ハルボルはこれまでのいきさつを話さなければならなかった。おかみさんは息子を誇りに思い、すぐにでも大百姓のところへ行って、いつも息子を見下していた娘たちに見せてやらねばと言った。おかみさんが先に走っていき、ハルボルが後に続いた。着くとおかみさんはハルボルが帰ってきたことを、今のあの子がどんなに立派か見てごらんと自慢した。王子様にしか見えないよ。と頼む。娘たちは鼻を高くしていった。どうせあの小じきのボロ切れ小僧でしょ。いつもと同じよ。ところがハルボルが入ってくると、娘たちはすっかり度肝を抜かれ、いろり端で服を繕っていたのも忘れ、下に姿のまま飛び出した。戻ってくると、ハルボルの顔をまともに見られないほど恥ずかしがった。いつもハルボルを見下して気取っていたのだ。ああ、とハルボルは言った。お前たちはいつも自分たちは綺麗で上等だ、誰もかなわないと思っていたな。だが俺が助け出した姫のうち一番上の姫を見たら、お前たちは乳搾り女みたいなもんだ。真ん中の姫はさらに綺麗だし、一番下の姫は俺の恋人だが、太陽と月を合わせたより美しい。あ、ここにいてくれたらな。そうすりゃわかるのに。その言葉を言い終わるか終わらないかのうちに、3人の姫が目の前に現れた。だがハルボルはたまらなく後悔した。姫たちの言いつけを思い出したのだ。大百姓の家では姫たちのために盛大な宴が用意され、大歓迎だったが、姫たちはそこにいたがらなかった。いえ、あなたのお父さんとお母さんのところへ行きたいの。と姫たちはハルボルに言った。外に出て少し見て回りましょう。ハルボルは姫たちと一緒に降りていき、農場のすぐ外の大きな湖のほとりに出た。水辺に美しい緑の土手があって、姫たちはここに座ってしばらく休みたいと言った。水面を眺めるのがとても気持ちよかったのだ。座ってしばらくすると、一番末の姫が言った。ちょっと髪をすいてあげましょう、ハルボル。ハルボルは姫の膝に頭を乗せた。姫が美しい髪をすいていると、やがてハルボルはぐっすり眠り込んだ。姫は指から指輪を抜き、別の指輪をはめた。そして言った。さあ、みんなしっかり捕まって、ソリア・モリア城に帰りたい。目を覚ましたハルボルは、姫たちがいなくなったとすぐに分かり、泣いて嘆いた。どんなに慰めても慰めようがなかった。父も母も引き止めたが、ハルボルは聞かず、別れを告げていった。もう二度と会えないだろう。姫たちを見つけられないなら、生きていても仕方がない。まだ60ポンドほどの金が残っていたので、ポケットに入れて旅に出た。しばらく歩くと、なかなかいい馬を連れた男に出会い、買いたいと値段の交渉を始めた。正直に言えば、と男は言った。売るつもりはなかったんだがな。うまく折り合いがつけばな。いくらだ？とハルボルは聞いた。高くもないが、言うまでもない。乗るにはいいが、身は引けない。だが、ハイノーとお前を交代で背負うくらいの力はある。と男は言った。とうとう値段が決まり、ハルボルはハイノーを馬に乗せた。歩いたり乗ったり交代で進んだ。夜になると、大きな木の立つ緑の野原に出て、木の根元に座った。馬を離してやり、自分は横にならずにハイノーを開いて食事をした。夜明けとともにまた出発した。じっとしていられなかったのだ。一日中乗ったり歩いたりして広大な森の中を進んだ。木々の間に緑の明るい広場がいくつもあって、それは美しく輝いていた。自分がどこにいるのか、どこへ向かっているのかわからなかったが、馬が草をはむ時以外は休まず、緑の広場に出た時にハイノーから一口つまむだけだった。乗ったり歩いたりしながら進んだが、森には霧がないようだった。翌日の夕暮れ、木々の向こうにちらちらと灯火が見えた。
この辺りに人が住んでいてくれたら。とハルボルは思った。温まって何か食べたいものだ。近づいてみると、灯火はみすぼらしい小さな小屋から漏れていて、窓の向こうにとても年を取った夫婦が見えた。二人とも後のように白髪で、おかみさんの花ときたらあんまり長いので、いろり旗で火かき棒の代わりに使っていた。こんばんは。とハルボルは言った。こんばんは。とおかみさんは言った。それで何の用があってこんなところに？とおかみさんは続けた。もう100年以上キリスト教徒の人間はここに来たことがないのに。ハルボルはいきさつを残らず話し、ソリア・モリア城に行きたいのだが道を知らないかと尋ねた。いいえ、とおかみさんは言った。知らないね。でもほら、もうじき月が出る。月に聞いてみよう。月なら何でも知っているはずだよ。何しろ何もかも照らしているんだからね。月が木々の上に明るく輝くと、おかみさんは外に出た。月よ、月よ。とおかみさんは叫んだ。ソリア・モリア城への道を教えておくれ。それは知らない、と月は言った。最後にあそこを照らした時、雲がかかっていたから。もう少し待ちなされ。とおかみさんはハルボルに言った。じきに政府が来る。あいつならきっと知っているよ。あちこちの隅っこを吹き回っているんだから。おやおや。としばらくしてまた外に出たおかみさんが言った。馬まで連れているのかい。かわいそうにうちの中庭に放してやりなさいな。戸口で飢え死ににさせちゃいけないよ。それからこう言った。その馬は私と交換しないかい。うちに古い長靴が一足あってね。一歩で20マイル進める長靴なんだ。馬の代わりにやるよ。そうすりゃソリア・モリア城にもっと早くつけるからね。ハルボルは喜んですぐに承知した。おかみさんは馬が手に入って踊り出しそうなほど喜んだ。これで教会に馬で行けるよ。私だってそういうことを考えるんだよ。とおかみさんは言った。ハルボルはじっとしていられず、すぐにでも出かけたなった。だがおかみさんは急ぐことはないと言った。長椅子に横になって一眠りしなさい。ベッドはないけれどそれくらいはできるよ。製粉が来たら起こしてあげるから。しばらくすると西風がやってきた。工具を吹き荒れて壁がきしんでうなるほどだった。おかみさんが飛び出した。政府よ、政府よ。ソリア・モリア城への道を教えておくれ。そこへ行きたい人がいるのだよ。ああ、よく知っているとも。と西風は言った。ちょうどこれからあそこへ行くところだ。結婚式の洗濯物を乾かしにな。足が早ければ一緒に来るがいい。ハルボルが飛び出した。ついてくるつもりなら足をうんと伸ばさなきゃダメだぞ。と西風は言った。野を越え、垣根を越え、丘を越え、山を越え、ハルボルはついていくのに必死だった。さて、と西風は言った。もうこれ以上付き合っている暇はない。あっちの頭皮の林をなぎ倒してから布さらしの野原に洗濯物を乾かしに行かなきゃなら。丘に沿って行けば洗濯をしている娘たちのところに出る。そこからソリア・モリア城はもうすぐだ。間もなくハルボルは洗濯をしている娘たちのところに出た。娘たちは結婚式の洗濯物を乾かしに来るはずの西風を見なかったかと聞いた。はあ、見たとも。とハルボルは言った。頭皮の林をなぎ倒しに行っただけだ。時期に来るよ。そう言ってソリア・モリア城への道を尋ねた。娘たちが道を教えてくれて城に着くと人と馬であふれ返り目が回るほどだった。だがハルボルは西風の後を追って藪や茨や沼地を突っ切ったせいでボロボロのツタツタになっていた。人前に出るのが恥ずかしくて最後の日、婚礼の祝宴の日まで片隅に隠れていた。さて、しきたり通りに母婿花嫁の健康を祈って乾杯し、杯持ちが騎士も従者もみんなに順番に杯を回すことになった。最後にハルボルの番が来た。ハルボルは乾杯して湖のほとりで姫がはめてくれた指輪を杯の中に落とし、杯持ちに花嫁のもとへ持って行って渡してくれと言った。すると姫はすっくと席から立ち上がった。私たちのうちの一人を妻にするにふさわしいのはどちらでしょう。と姫は言った。私たちを解き放ってくれたお方か、それとも花婿としてここに座っているお方か。皆とも揃えて、そんなことは聞くまでもないと答えた。ハルボルはそれを聞くなり、小敷のボロニをさっさと脱ぎ捨てて、花婿の装いに身を整えた。あ、やっぱりこの方が本当の花婿だわ。とハルボルの顔を見るなり末の姫が言った。もう一人の花婿を窓から放り出し、ハルボルと結婚式を挙げた。